はい、どうもさです。今回はですね、こちら、サメのチンチンっていう食材ですね。はい。ということでですね、ついに手に入りました。サメのチンチンです。前回のですね、105キロのレモンザメをさばいた動画の続きなんで、このチンチンの主を知りたい人はね、概要欄に貼っとくんでね、そっちを見てみてください。もう、俺は YouTuber 史上最もサメをさばいてると思うんですけど、ことごとくメスだったよ。いつかサメのチンチン食べたいって思ってて、ついに今回ですね、手に入りました。で、沖縄にはですね、美ら海水族館っていうものがありまして、公認の時に修学旅行でそこに行ったんですけど、上ザメのチンチンとホルマリン漬けが展示してあって、それがね、やばいの。大きさで言うと、多分 1m80 ぐらいあるんですよ。やばくない？で、俺それを見て、これはどんな味がするんや、ずっと気になってたわけですよ。チンチンの身長が俺より高いからね。ぜひ沖縄行った際見に行ってみてほしいんですけど、そんなね、念願の食材が手に入ったんで、今日はこちらと、前回さばいたレモンザメの実を使って料理を作っていこうかなと思います。ということで、早速、観察していきましょう。はい、こちらがサメのブツですね。これ2本あるんですけど、2匹分じゃなくって、サメはですね、2本持ってるんですよ。で、俺の中ではね、ウバザメのブツのイメージがすごい強かったんで、なんかすごいちっちゃいですね。どうだろう。長さ的には、ここからでしょ？付け根からだと、33センチぐらいかな。皆さん何見せられてるんでしょうね。サメのブツなんですけども。で、どうなってるんでしょうね、構造は。こんな感じになってます。ここ開くんですね。で、この部位はね、筋肉だけじゃなくって、しっかりしたね、骨が入ってますね。結構硬い骨が入ってる。もう軟骨魚類とは思えないぐらい硬いですね。こっち側に1本と、こっち側に1本。2本も入ってます。こんな構造になってます。ちょっとね、穴があるんですね。で、ここについてるのはヒレですね。尻びれが一体化してるんですね。これ言っていいのかな？触った感じね、かなりヌルヌルしてます。ヌメヌメです。ぬめりを落とした方がいいかも。いや、でも食材の味を楽しみたいよね。で、皆さん、魚のブツってなんか効かなくないですか？普通魚って体外受精って言って、例えば海藻とかに卵を産みつけて、そっからオスがかけるっていう、体の外でやるのが、一般的なんですよ。そう、だから基本的に魚はブツを持ってないんですね。なんですけども、サメとかエイの軟骨魚類って言うんですけど、軟骨魚類の魚は、卵体性って言って、結構有名な話だと、サメってお腹の中で卵が孵化して、孵化した赤ちゃんが共食いをして、生き残ったやつが海に出てくるよ、生まれるよっていうのがあるじゃないですか。もちろんサメによっては卵のまま産みつけるやつもいるし、お腹の中で共食いをしないサメもいるんですけど、結構ね、お腹の中で孵化させて産む種類が多いんですよ。で、そういう理由で、サメとエイ、こいつらはブツを持ってるんですね。はい、ということで今日は世にも珍しい魚のチンチンをね、食べていけるということで、どんな味になっているのやら、楽しみですね。で、今ね、顔を歪めてる画面の前のあなた方もね、魚の白子を食べてるじゃないかと。魚の白子も冷静に考えたら、やばいぞ。はい。別にいいんですけど。ということでね、早速、調理していきましょう。で、まずはね、時間のかかる料理からやっていきましょう。せっかく2本あるんでね、これ別々の料理にしなきゃね。こっちを炭火焼き、こっちを唐揚げにします。で、時間のかかる炭火焼きからやっていきましょう。サメはですね、皮とか関節が熱に弱いんで、焼いてからそっからね、剥いていけるのかなって思ってるんで、もうこのまま焼きます。剥ぐんで、結局意味ないかもしれないんですけど、塩をね、一応かけときましょう。一応臭み取りとかにもなりますからね。一つ言えることは、このヒレはね、ここフカヒレで高級珍味なんですけど、ヒレは焼いただけで食べれません。多分ね、硬いスパゲッティみたいな感じで食べれたもんじゃないと思う。食べれるようにするには、最低3日ぐらいかかります。さて、塩を振っていきましょう。これはほんと久しぶりに胸を躍る料理だな。で、今日はですね、炭火を用意しております。ほんとは外でやりたかったんですけど、雨降ってるんでできないですね。いきます。でかいな。で、これ家の中で炭火やると危ないんで、皆さん真似しないでくださいね。うわ、先っぽが開いてきた。こう開くんや。うわ、でも、いい感じに開けてる。はい、それではですね、次、炭火焼きを作ってる間に、身のフライを作っていきましょう。これね、結構綺麗でしょ？サメの身ってね、結構綺麗なんですよ。サメって血合いがすごいんで、血合いを全部外して、この白さになってるんですけどね。あ、臭くない。匂いゼロ。で、サメは結構水っぽいんで、一旦切り身にして、で、そっから水分を抜いていきます。こうやって切って、さて切っていきましょう。で、フライにちょうどいいサイズにね、切っていきます。刺身でもいけそうだな。どんな味なの？ちょっと食べてみるか。切って、で、塩かけます。刺身いただきましょう。
サメにしてはうまい。アンモニア臭さもないし、旨味もあるし、全然美味しいですね。ただ、やっぱ筋っぽいな。はい、さて切り終わったところですね、塩コショウをかけていきましょう。で、塩コショウを振ったら、塩によって浸透厚さで、身の表面からね、水分が出てくるんですよ。で、15分ぐらい置いて、その水分を出させて、その水分を拭き取ってから、フライをね、作りましょう。もうね、水っぽいんでね、サメの身は。で、これを一手間やると、匂いが抜けて、で、身も締まると。じゃあ15分待っていきましょう。はい、じゃあだいぶ水分が出てきたんで、水分をね、拭き取っていきましょう。さて、そしたらここからフライを作っていくんですけども、まずバッター液を作っていきます。卵。やっぱ俺ぐらいになるとね、割らずに入れれるんですよ。ほら、すごいでしょ。で、次小麦粉ですね。小麦粉。で、最後水ですね。どんぐらい入れるんだろう。こんぐらいでいいかな。入れすぎたかも。で、これを混ぜていきます。これでバッター液ですね。めっちゃダマ残る。じゃあ最後の砦はですね、パン粉です。パン粉。オッケー。じゃあですね、バッター液とパン粉をくぐらせていきましょう。バッター液、パン粉。そうこうしてるうちにですね、ブツの丸焼きができました。うわ、すごいねこれ。こんな感じです。はい、そしたらですね、もう片方のブツを唐揚げにしていくんですけども、僕はかじりつきたいんで、ここに皮をね、剥いでいきます。皮を剥いでいきます。硬頑丈だな。これは剥ぎづらいね。しっかりくっついてるわ。でも普通に筋肉なんですね。でも結構しっかりした筋肉ですね。すごく硬い。こんな硬い筋肉はなかなかないですね。めちゃくちゃ硬いぞこの筋肉。サメの身とは思えないぐらい身が凝縮されてますね。これは皮剥ぐのむずいな。皮と身がね、ほぼほぼ一体化してると言ってもいいね。昔ね、牛の玉を食べる動画をね、撮ったんですけど、あまりにもね、グロすぎて、アップするのは諦めたんですよね、実は。だから哺乳類のブツをもし食べるってなると、結構ね、えぐいんで、YouTube で出すの難しいんですけども、サメならね、多分みんなそんなに今えぐいって思ってないと思う。なんだったら、あれちょっと美味しそうじゃんとすら、みんな思ってきてる頃じゃないでしょうか。これ手切りそう。よし。いいね。なんかね、ここの部分と、この先っぽの部分は全く別構造で、おそらくね、2種類の味が楽しめるんじゃないかなと思います。はい、そしたらですね、皮を剥き終わりました。こっから下味をつけて、そのまま揚げていきます。味付けは、塩コショウ。じゃあ片栗粉をつけていきます。もう今日特大片栗粉。これ封が開いてるのはカメラマンが勝手に封切ってました。ちょっとこれはね、許せないです。開けるの楽しみにしてたのにくそー。やっぱそこも競争ですからね。俺競争に負けたと。そういう経緯があるんで、一緒にチッチを食べていただこうかなと今日は思ってます。やっぱ一人のレビューだと、ちょっと偏りが出てしまいますからね。いいね。これめちゃくちゃワイルドじゃん。最高なんだけど。今日は、こいつだ。この一斗缶油を使っていきましょう。巨大な揚げ物ですからね。こう、開けると。スプーンで開くでしょ、こんなもん。全然あかん。今調べたらここ、開け口じゃないみたいでした。で、缶切りがないんで、もう使わない包丁で、こじ開けます。で、出やすいように、この辺穴開けときましょう。空気の穴ね。オッケー。よいしょ。重たい。さて、温まるまで待っていこう。よし、ついに行くぞ。いけー。うわー、入りきらん。長すぎるこいつ。どうしよう。長すぎるぞ。しかも骨入ってるから曲がらん。いけ、沈め。よーし、なんとか沈んだ。出てくる。よしよし、いいね。うわー、でもちょっと疲れきってないな。いいね、なんか普通に美味しそう。中まで火通ってるかな。さて、もういいでしょう。うわ、これはもうただの骨付き肉です。おお、素晴らしいね。さて、ラストね、フライいきましょう。こんだけ油があったら一発で終わる。長いな。最初と最後で上がり具合に差がめちゃくちゃ出そう。いいね。さて、もうええかな。
もういつもとは違いザクザクすくっていきます。山盛りやな。こんなんもうすごいな。語彙力。めちゃめちゃいい匂い。完成です。はい、それでは完成しました。サメのチンとフライでございます。2本あるんで1本ずつでチンと呼ぶということにしておきましょう。まずはサメの芯の炭火焼き、こちらからいきましょうか。とりあえず皮剥ごう。こんな焼いてるのに皮剥ぎづらいんだ。おお、見えてきたぞ。お、硬そう。やっぱ焼くと剥ぎやすいですね。生のままだと包丁を使ってもなかなか剥げなかったんですけどね。ということでついに念願の食材です。匂いはないね。いただきます。うまい。わー、なるほど。味としてはホタテみたいなんですけど、なんか知らんけどヌメヌメしてるんですね。ヌメヌメしてるんで、なんだろう、ホタテではない、ヌメヌメしたホタテって感じ。ちょっとおぎゃらくん、これ食べてみてよ。マサルチャンネルへようこそ。いただきます。なるほど。ヌメヌメしてますね。なんかヌルヌルして気持ち悪いよな。不愉快だよね、ヌメヌメが。不愉快ですね。このヌメヌメがなかったら美味しいんだけどね、ホタテっぽくて。じゃあこのブツの先っぽの方がちょっとまた違う感じがしてるんで、ちょっとちぎってかぶりつきます。うおー、ここはヌルヌルだけや。なるほど。ほう、何のヌルヌルなんだろうね。ヌルヌルが凝縮された感じの味ですね。美味しくはないです。ということで次、唐揚げいきましょうね。でもね、臭みとかないよね、全然。でも臭みとかないのはおそらく哺乳類と違って、ご飯中にワードを出すのはあれなんでちょっと避けて言いますけど、多分ブツから排泄物を出すわけじゃないと思うんだよね。そう、だから臭くはないですね。ただ身がヌルヌルです。ヌルヌルした肉が好きな人は好きかも。じゃあこっち付け根の部分いってみましょう。あ、付け根はヌルヌルしなくて美味しい。でもね、やっぱりね、ブツを構成してる筋肉は全体的にヌルヌルしてる。変な味。美味しくはない。はい、そしたら普通のフライもいってみましょう。結構塩コショウかけたんで、でもソースとかいらないと思う。フライうめえ。全然ブツと違いますね。なんかね、ブツは貝っぽい食感でヌルヌルしてて、で、なんなのかな、塩分濃度が高いんですよね。嫌な塩味がね、すごいついてるんですけど、身の方は美味しい。臭みとかはね、一切なくて、食感はすごいしっかりとしてて、で、かつね、全然パサパサしてない。ただ、1.2 だったら筋っぽいかなっていうのがありますね。美味しいわ。はい、それではごちそうさまでした。いやー、今回はですね、念願だったサメのチンをね、食べることができました。リピートはしないかなって味なんですけど、やっぱこれはサメのブツでしか味わえない味ですね。他にはない味でした。オンラインサロンマサルの漁業再生日記ではですね、僕は水産加工場立ち上げまでの様子を発信しております。ちなみにですね、オンラインサロンの売り上げはですね、全額水産加工会社の立ち上げ費用に使わせていただいております。シンプルにね、面白い内容となっておりますので、ぜひぜひ概要欄の URL から覗きに来てみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、